ちの方がいいのか、やっぱり。猫が邪魔をしてる。てか、あの話もしてないか、動画では。なんか、新調したじゃないですか。カメラとマイク。あ、そうだね。そう。新調したんですけど、このカメラを買うときに、なんか電気屋さん行ったんだよね。家の近くの。で電気屋さん行って、このカメラもう売ってたから、このカメラ欲しいんですよね、みたいな。でも、ちょっと、経験が、なんていう、知識が浅いんで、マイクも買いたくてみたいな、でどういう用途ですかみたいな、なんか話し方は向こうはどういう用途で使いますかねみたいな、ちょっとゆっくりなのね。で俺が優しい感じ。そうで、実はYouTube をやっているんですけど、ちょっと声がはっきり聞こえるようにマイクとかも欲しくてみたいな、あ、そうなんですねみたいな、カメラはこちらのカメラをご検討されている感じですかねみたいな言われて、あ、そうなんですよみたいな、マイクはどういうメーカーとか希望とかあるんですかねみたいな話をしてて、で、結構詳しく話したの5分ぐらいね。で5分ぐらい話した後に、でもですね、実は当店マイクは置いてないんですって言われてだったら初めからマイクないから他のところで買ってくださいって言えよと思いながら、あ、そうなんですねみたいな、あ、じゃあカメラも他のところで買いますって言って見せてたんだけど、なんかさ、電気屋さんってさ、そんな感じなの？なんか時間を返せないって。そう、なんかさ、でも親身になって聞いてくれたんじゃない？聞いてくれたけど、でも何の知識も得られなかったよ。何の知識？そのマイクの話もしたけど、どういう用途で使いたいかだけは聞かれただけなんで、そう、特にね。でも新しいカメラになって、マイクもだから高画質になってると思います。あと高音質、声がはっきり聞こえるんじゃないでしょうか。やっぱすごい気まずいね。あ、やばい、いっぱい子供が今駐車場で撮影してるんですけど。そうなんですよ。止まってね、ちゃんと。でももうさ、向こうからしたらさ、もうライトをいっぱいつけてるからさ、そう何が起きてんだっていう。そう、いきなりなんだけど、心理テストしてみたいなと思って。あ、しようぜ。それはカズともやるの？それもう答え見えちゃうの？あ、いや、一緒にやろう。一緒にやる？答え押さないと見れないから。あ、オッケー。まず最初、あなたのお人よし度が分かる性格心理テストです。お人よしのね、はい。いきます。はい。ある日ペットショップに訪れたあなた、一番初めに目に留まったのは、1、犬、2、猫、3、熱帯魚、4、その他。俺でも猫好きだから猫だと思う。せーのでいいよ。あ、ごめんねごめんね。ちょっと待って。でも心理テストって直感じゃないの？そんな考え頭が回んなくてさ。あ、今？どうせ想像がつかないの。4でしょ、どうせ。いや、じゃないのよ。違うんだ。ペットショップに訪れて目に留まったのは、はい、決まりました。せーの、犬。猫。じゃあ答えいきます。はい。1を選んだあなたはお人よし度 90%、 相手に尽くすことに喜びを感じるタイプのようです。お人よし？お人よしっていうか、そこの分、人に尽くすことに快感を得ますみたいな。快感じゃない。喜び得ますっていうのがカツトっぽいなと思った。猫を選んだ人はお人よし度 60%。60%。自分が心を開いている相手にはお人よしタイプのようです。ああ、そうですね。正解です。他のやつも言ってあげた方がいいんじゃない？多分一緒にやってる人もいるんじゃない？あ、そっか。熱帯魚を選んだ人はお人よし度 30%。自分のメリットにならないことには興味を示さないタイプのようです。4を選んだあなたはお人よし度 0%。基本的に疑い深いタイプのようです。悪い人に騙されることがないでしょう。おお、いいことしか書いてないね。そうだね。どっちにしろ。次、人付き合いタイプがわかる。はい。あなたの人付き合いタイプがわかる性格心理テスト。はい。いきます。部屋に飾っていたが急にいらなくなったぬいぐるみ。さてどうする？1、人にあげる。2、ゴミに出す。3、フリーマーケットで売る。4、燃やす。変わるね。ぬいぐるみでしょ？でもさ、これちょっと結構答えづらいね。でも正直だもん。決まった？ちょっと待って。決まった。はい。せーの、2。
ですよね多分。これすごい言いたくなくなる。じゃあぬいぐるみじゃなかったらさ、洋服とかだったら人にあげるけど、そうぬいぐるみってちょっとだってさ、あげるのもさ、もうここからこうやってあれでしょリスクエッチしてるでしょね、あげるのもさとか言ってぬいぐるみ燃やすのも環境、でも燃やすって言う人いるのって感じ。いいか、はい行きましょう答え。じゃあ俺らの2からでいい。はい。2を選んだあなたは嫌いな人には近寄らないタイプ、表裏がなく細かいことは気にしないようです。おなるほど。人にあげる1番は、八方美人タイプ、人前で自分の感情を出しにくいようです。3番フリーマーケットで売る人は打算的なタイプ、自分のメリットデメリットをしっかり考えて行動するようです。燃やす人は嫌いな人には攻撃的になるタイプ、他人を支配したいという思いが強いようです。なるほどね。なるほどね。じゃあ、まあ、良かったんじゃないか。よかったよね。ゴミに2が一番良くない？ 2が一番良かった。あなたの正義感が分かる。あ、ちょっと正義感なんかもうちょっと面白いのかな。あなたの裏の顔が分かる心理テスト。ある日、あなた宛てありがとうと一言だけ記された差出人不明の手紙が届きました。差出人は一体誰？1、親。2、昔の恋人。3、仲のいい友達。4、見ず知らずの人。はい。決まった？決まりました。せーの、3。3。うん。2か4だったの俺は。俺は3か4だった。ありがとう。応援してます。じゃあ3からいきますね。3から。仲のいい友達。選んだ人はどんなことにもパッションを持って取り組むことができるタイプ。熱しやすく冷めやすいと思われることもあるようです。ああ、そうですね。間違ってないです。4、見ず知らずの人。俺ね、何事も効率を重視する合理主義タイプ。変わったものに興味を示しやすく、気になったことには関してはとことん突き詰めるようです。合ってる？合ってる。めっちゃ効率重視。効率。仕事に関して。そうだね。変わったものにね。1、親の人は責任感が強く自分の芯を持っているタイプ。融通が利かないと思われることもあるようです。2、昔の恋人。感受性が豊かで優しい心の持ち主。穏やかな性格に奪われがちですが、実は感情の起伏が激しい一面があるようです。なるほど。なるほど。皆さんはどうでした？裏の顔。裏の顔。何番でした皆さんは？これやろうぜ。これ？これ。プライドの高さ？そう、プライドの高さ。あなたのプライドの高さがわかる性格心理テスト。ででん。アイスクリームを買いに来たあなた、何のフレーバーを選ぶ？1、バニラ。2、チョコレート。3、ヨーグルト。4、マンゴー。こんなん普通に好き嫌いね、好き嫌いだよね。好みじゃない？こんなんでプライドの高さが分かっちゃうんですか？あ、分かるんですよこれ。あ、そうなんですか。実ははい。バニラ、チョコ、ヨーグルト、マンゴー。マンゴー。決まりました。はい。せーの、バニラ1、2チョコレートバニラ。じゃあいきます。1バニラを選んだあなた。あまりプライドが高くないタイプ。自分の考えがしっかりあるものの、それに固執することない柔軟な人のようです。そうです。そうです。てかこの時点でプライド高くないのはバニラだなと思ってた。なんで？こだわりないじゃんバニラって一番。なんて味がある方がさ、なんていうんだプライドなんかこだわりがありそうだから高そうじゃないって思った。あ、そういうこと？すごいそこまで考えてるの。でも俺はバニラしか頼まないけどね、アイスは。2チョコレート。俺ね、プライドが高めなタイプ。自分にも他人にも厳しいストイックな性格なので、周りに敵を作りがちのようです。敵は作んないけどさ、自分にも他人にも分かんないけど自分には厳しいよねと思う。ストイックではあるかも。3のヨーグルトの人は変なところでプライドを見せるタイプ。あなたは面白いと思う人もいますが、大半の人は困惑してしまっているようです。4のマンゴーはかなりプライドが高いタイプ。自分の間違いを認めたがらず、周囲から煙たがられることがあるようです。そうなの？マンゴー好きはそうなっちゃうの？でも今日あれだよ、お店に置いてあるアイスはマンゴーパッションアイスだからね。お店？くるみ屋の今デザートの。確かに。もう変わっていると思うんですけど。そんな感じだね。ですね。
行くか。そろそろ行くか、うん、心理テストって面白いよね。面白い。究極の二択とかも面白いけど、うん、またやろう。今度やろう。うん、究極の二択は。てなことではい。動画ご視聴いただきありがとういきなり高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。今から字幕もつけてください。どういうこと？うん。なんでもないです。次の動画でお会いしましょう。お会いしましょバイバイ。う。バイバイ、おやすみ。みんなおやすみ。こんなこと言わないのね本当にびっくりしちゃった。